ちょっと痛い。こんにちは。絵を描いて暮らしております阿部義俊と申します。今回は絵を描いて暮らせなくなりそうな話ですけど、3日ぐらい前から手首が痛くなってですね、こうしている分には全然普通に大丈夫なんですけど、痛みもないんですけど、そのある角度にちょっと反り気味の角度とかにある角度になった時にこうピキッとこう痛みが出るようになって、病院に行ってきたわけですよ。でそしたらレントゲン取ってもらって、僕は多分なんかその腱鞘炎みたいなもんだろうと思ってたんですけど、結局レントゲンを取ってみたら、ちょっと今これレントゲンの写真出しますけど、なんか病院でちょっと撮らせてもらって、いいですよって言われたんで、手首にはこの前腕部分にこうメインのところに頭骨っていうのがあって、この横のこの辺からこういうふうにその補助というか、補助じゃないのか、もう一本ちょっと細い骨があって、尺骨っていう、その2本の骨でこの腕が構成されてるわけですけど、で手首のところにこうなんでしょう、この関節を動かしてくれる手根骨っていう骨があるわけですけど、普通の人は頭骨と尺骨の、この手首側の一番先端の部分っていうのは、高さが同じになっていて、でこの頭骨があって尺骨があって、で同じ高さになっていて、この上に手根骨があって、この間に軟骨っていうか、なんて言ったかな、なんかアルファベット4文字でなんとかかんとかっていう、その軟骨的な組織があって、で手首が動くわけですけど、僕の場合は頭骨に対して尺骨がすげえ出っ張ってるみたいなんですよね。なんかここのその写真見たら分かると思うんですけど、随分なんかそのずれていて、結果的にだからその尺骨が常にこの手首のその軟骨部分の組織をこう押してしまっている状態なんで、もうその生まれつき手首が痛くなる骨の形なんですよこれはって言われてそんなと思ったんだけど、もうどうすることもできないみたいで、逆に言うとこう52歳までそのひどい痛みが出ずに来たのはなんか上手にやり過ごしてきたんですねって言われちゃうぐらいで、結果的に今サポーターもらってきたんですけど、でそこの整形外科は、整形外科と形成外科があるじゃないですか。ややこしいですよね。整形外科だと思うんだけどなんかそのリハビリ室みたいなものがなんか一緒についていて、そのリハビリコーナーのとこ行って、その電気のなんかビリビリみたいなのやってもらって、でその後で、自分でできるそのマッサージみたいなものを教えてもらって、なので多分こういうのはちょっと専門的な人のなんかあれを見た方がいいと思うんですけど、僕がその聞いた話としては、そのここのところの筋はこう伸びる組織じゃないんで、この筋肉の側をほぐしてあげないと、ここの部分が例えば筋肉がギュッと縮まっていたら、こっちがいつも引っ張られた状態になるじゃないですか。そうするとダメージがいきやすいんで、とにかくここを柔軟にしなきゃいけなくて、でリハビリセンターの職員の方がその見たら、もうここの筋肉がもうガッチガチに硬くなっていて、これですよって言われて、でなんかそのこう手を挟んで、でこう押してあげて、で昨日はここを押したらめちゃ痛かったんですよ。でもうほぐしてもらって、今押すと痛みがそれほどなくなってるんで、やっぱちょっと良くなってるんですね。だからここをなんかね、硬くなってる人押すと痛いみたいなで、なんかその痛いとこ見つけたらこうちょっとこう長軸方向に動かしてくださいって言われたから、この手首の前後方向に動かしてみたいなことをなんかやって、筋肉をほぐしてくださいって言われて、でそれが終わったらその1本ずつその手首の第一関節を軸にしてちょっとこう反らせるみたいなことで、あんまり痛くならない程度にちょっと反らして伸ばしていってくださいって言われて、これをこまめにやって痛みをなるべく出ないようにしていかなきゃいけないっていうことらしいです。で僕の場合はこれつけておくととりあえず手首が動かなくなるんで、痛みは出ないんだけど、こう手首が動かせないってことは絵が描けないので、やっぱ手首のこのストロークで描く部分があるんで、それができなくなるんで、困っちゃってるわけなんですけど、相談したら、じゃあそのどうしてもの時だけ外して作業をして、でそれ以外の時間を逆にむしろ日常生活の場でもずっとつけっぱなしにして、できるだけ手首を動かさないようにして、その痛みが収まるまではちょっとなんとかそれでやっていきましょうみたいな話になって、今ややしょんぼりしつつどうしようってなってるところであります。でそうだな、なんか僕の場合はもちろんここで絵を描く、こっち側でも作業しますけど、絵を描く作業が一番の負担だったわけですけど、それ以外にもやっぱりひたすら文字を打つ作業であったり、動画の編集であったりとかなんかで、結局のところ一日のここでのその8時間とかの作業の時間のほとんどが手首を動かしている作業なんですよね。だからここで、絵を描いてるか、こっちでキーボードパチャパチャ打ってるか、マウスっていうかちょっとこれを持ってこようか。
今これが僕のその液晶タブレットで、上がトリプルモニター式でやっておりますけど、で下に行くとよいしょキーボードがあって、でその手首を痛めないようにわざわざマウスからトラックボールに変えたんですよ。にもかかわらず結局痛くなっちゃっていて、この引き出し式のこれでやってるわけなんですけど、便利だなと思ったんだけど、結果的になんかこの高さの問題なのか、あとはこいつはこのなんかね、このパームレスト部分が硬いんですよね。これもあんま良くなくて、で柔らかいクッションのやつをちょっと買ってみたりしたんだけど、やっぱここにこういう風に置いてもすぐなんか動いて落っこっちゃうし、ちょっと何かいいものを探しているところです。で、今回はだからそのさっきみたいなそのなんか絵描きの人もキーボード長く打ったりする人もさっきやったみたいなマッサージでこの辺の筋肉をほぐしてあげるといいだろうと思いますっていう知識が一つと、逆に僕の方から、なんかちょっと皆さんにすごく聞きたかったのは、これみんな特に絵描きの人とかどうしてますかね。こんな感じの人が多いと思うんですよ。結局液晶タブレットを使っている場合はここにキーボードを置きたかったんだけど、ここに置いちゃうと液タブが奥に行き過ぎて絵描くの大変じゃないですか。だから結局こうやって引き出し式にして下に逃がすしかなかったわけですよ。で最初のうちはここにキーボードを置いてた時期もあるんだけど、やっぱり液タブがその横から見たら分かるかな、だいぶこう角度がついてるんでキーボードが起きてきちゃうじゃないですか。起きた方が打ちやすいっていう面もあるんだけど、それにしてもちょっと角度がきつすぎるんで、打ちづらくて手が上がりすぎちゃうのもちょっと良くないので、結果的に今下にしたんだけど、そうだな、なんかこれもしかすると点キーがついていてホームポジションがちょっとこっちに行き過ぎるじゃないですか。なのでその自然な手の位置よりも常にこういうふうに曲がっていて、こういうふうに曲がっているとなりやすい、要するに尺骨が飛び出していて、でさらに手首をこっちに曲げると押すじゃないですか。だからそれが原因かもしれなくて、なので今ちょっとキーボードを変えなきゃいけないなと思って、要するに点キー付きのものだとホームポジションが左に行き過ぎて、やっぱりキーボードのこの真正面にあると常にこうなってしまうんで、それをやめなきゃいけないなと思っていて、そうだな、なんかキーボード2つあるのは、こっちはWindows のゲーミング PC 用のやつでキーボードめったに使わないんで、っていうかキーボードを使うゲームが結構多いですよね。なんか自分はキーボードを使ってゲームするの全く慣れてなくて全然できないんでやめちゃってますけど、そうだな、もしかするとこれもロジクールのやつもできるんだけど、ワンボタンでメインの Mac とWindows と切り替えてくれるようなタイプのちょっといいキーボードみたいなのに変えるのがいいのかもしれないですね。で、ちょっと皆さんのなんかこうやったら手痛くならないよとか、あるいはだから僕みたいなことにならないように日頃からこういうところに気をつけてますみたいなものがあったら、ちょっとぜひコメントで、教えていただけると助かります。結構やっぱりなんかこれ仕事になんないんで、何かあとやっぱ自分としてはもうなんか80歳ぐらいまでなんとか現役の絵描きでやっていきたいと思ってますんで、なんか体をいたわりながらやっていこうと思っております。てなわけで今回の話はなんか自分のチャンネルのメインの題材からちょっとそれちゃってますけど、でも絵描きの生活ということで、こんな話もしてみました。ちょっと自分的にはショックというか、生まれつきそういう骨ですって言われちゃうともう対処のしようがないんでね、これ話聞いたら最悪もうどうにもならなかったらなんだ手首のここ切り開いて尺骨を切断してちょっと短くするっていう手術もありますけどって言われて、それは怖いからいいですって言ってきたけど、今のこの状態ではそんなことやる必要は全然ないけど、本当に悪化してどうにもならなくなったらそういうことも考えなきゃいけないですって言われて、かなりビビっております。というわけで手首対策みたいなものを皆さんは何かやってるでしょうか。コメントいただけると嬉しいです。というわけでここは阿部義俊という一応プロのイラストレーターが絵の話をしたり絵に関わるなんかいろんな話をしたりする、チャンネルです。ガジェット好きだったりこうしたカメラが好きだったり、今は手帳とか万年筆も好きなんでそういった話もしていく予定であります。チャンネル登録いいねなどしていただけると嬉しいです。というわけでした。ちょっと短い動画ですけどありがとうございました。ではでは。はい。